大学を卒業して真面目に会社に勤めて29年。目立った役職はないものの、来年勤続30年の節目を迎える。会社から好きな温泉地への旅行券がもらえるのだ。だからその日までコツコツと、そう思っていた俺に叩きつけられたのは、首？ああ、突然の首宣告だった。朝一で社長室に呼ばれた俺は、一枚の解雇通告書を叩きつけられた。それどころか、関連会社への移籍を強制させられた。つまり、今までの給料は、また新人からという扱いになると思うから、新卒程度になるかも。まだ詳しく書類に目を通していないが、また一から仕事をしていかねばならない。関連企業がどんな会社か、業務内容は、などもまだ不明だ。そして、来年で勤続30年だったが、それも、嘘でしょ？妻は震える手でテーブルを叩いた。それもそうだろう。妻のひろ子は温泉旅行をとても楽しみにしていたのだ。ありえないんだけど、平社員だけど勤続年数があるから役職手当並みに給料がいいし、あと1年したらタダで旅行に行けるしって思っていたのに、また一から平社員？よくわからないけど、そうみたいだ。絶句したひろ子は慌てて奥の部屋へ消えていった。俺はため息をつき、社長から渡された移籍先の企業内容書類が入った封筒を開ける。雇用契約書、雇用条件、それから相手企業の社長からの一筆が入っていた。その手紙を見る前に雇用条件に目を通す。バン。うわ、別れてちょうだい。にっこり満面の笑みで記入済みの離婚届をテーブルに叩きつけるひろ子。どうして記入が済んでいるんだ？給料がいいからさ、我慢してたけど、周りの旦那さんたちはみんな役職持ち。平社員はあなただけ。もう私恥ずかしいったら。だから勤続30年のタダ旅行に行ったら別れようと思ってたんだけど、それもなくなったならあんたに用はないわ。ひろ子、ちょっと待ってくれ。これを見てくれ。いいえ、もうあなたと話すことなんてないわ。それ記入したら提出しといて。さよなら。言うなり、あらかじめ用意していたのだろう。荷物を持ってさっさと出て行ってしまった。あまりの速さに俺はあっけに取られることしかできなかった。その後何度もひろ子に連絡をしたが、早く離婚届を出せとしか会話ができず、俺の弁解を聞く耳を持つこともなく、1週間後諦めて離婚届に記入して提出した。こうして俺の結婚生活はあっけなく終わったのであった。待ち合わせ場所の寿司屋ののれんをくぐる。黒崎様、お待ちしておりました。ご予約のお席にご案内します。よろしく。見慣れた女将が俺の姿を認めてニコニコと近寄ってきた。いつもの奥の座敷に向かいながらふと視線を店内に巡らせる。圭介？その時視線が勝ち合った一人の女性。それはひろ子か。やだ、圭介じゃん。俺が予約した席の隣の座敷から顔を出したのは元妻であるひろ子だった。俺と結婚していた時よりも明らかに派手で成金の装いだ。なんでこんなところにいるの？借金して見え張ってるの？何言ってるんだ。だってまだ3年目のペーペーサラリーマンでしょ。このお寿司屋さん VIP 御用達の高級寿司屋よ。
あんたなんかが来られるわけないじゃない。ゲラゲラと大声で笑う。隣にいたおかみが慌てて受付の方へ走っていった。おそらく席を買いに行ったのだろう。ひろこ、この冴えないおっさんは？ああ、元旦那。ウケるでしょ。勤続29年でクビにされて、また一からサラリーマンしてんだよ。うわ、それは無能の極みだわ。ひろこの再婚相手なのか。全身をブランド物で固めた男がひろこと一緒に俺を見て大笑いし始めた。この男、どこかで見たことがあるような。それでわざわざ借金をしてまでここに来たってか。いや、そんなんじゃない。いやいや、無理しなさんな元旦那さん。だって、あんたの格好、どう見てもビップじゃないもんな。上から下まで俺のことを見た上で、そんなことを言う。別に安物のスーツを着ているわけではない。貴金属は好きではないからつけてはいないが、きちんとドレスコードは守ってるつもりだ。ビップじゃないなんて失礼極まりないわね。私の優秀な夫に何かご用なのかしら。すると俺の後ろから現れた俺の連れが彼を睨みつけるように踊り出た。あれ、アリス、もう車止めてきたのか。もちろん。おかみさんがあなたが失礼な輩に絡まれてるからって、そりゃもう急いだわ。ニコニコと笑顔で俺の腕に腕を回す。その姿を見て、今まで人をバカにした表情を浮かべていたひろこの再婚相手の表情がみるみる青白くなっていった。あなた様、どうしてそんな男なんかと。はあ、よくもまあそんな口が聞けたものね。あなた、自分の立場分かっているの？明らかに怯えた表情を浮かべる彼に、ひろこが不信感をあらわにした。ねえ、あなたどうしたのよ。なんでこんな女にビビってんの？お前、口の利き方に気をつけろ。あ、もしかしてこの人、この前アリスが言ってた矢作さん？そうよ。やだ、あなたったらわからなかったの？いや、だって俺は直接会ってないし。写真での報告しか受けていなかったからわからなかったが、仕事上で関係のある人だ。向こうも俺の顔を知らなかったのは無理はない。ねえ、ちょっと、ケイスケ、どういうことよ。どうもこうも。俺は今、株式会社アイシスの代表取締役なんだ。アリスはその姉妹会社の社長。そして、君の再婚相手である彼、矢作さんは、アリスの会社と契約を結びたがっている会社の一つだよ。俺の言葉に、ひろこは慌てて矢作さんを見た。彼は顔面蒼白のまま、口をパクパクとしている。アイシスの社長、黒崎さんだったんですか。ええ、そうです。すみませんね、ビップらしい格好じゃなくて。それは違くてですね。その言葉にアリスの眼光が鋭くなる。いよいよまずいと思ったのか、矢作さんはその場で土下座をし始めた。申し訳ありません。あなた様がまさかアリスさんのご主人だとは、アイシスの社長だとは知らず。ああ、分かっていますよ。知らない人ならバカにしてもいいと思っている程度の人間なのですね、あなたは。ちょっとケイスケ、失礼よ。俺の言葉にひろこが立ちはだかった。どこのバス停の会社か知らないけど、うちの旦那はあの大手サードカンパニーの営業部長なのよ。小さい会社の社長なんかよりよっぽ
そのサードカンパニーが吸収合併されたがっている会社がうちのアシスなんだけれど、はあ。その事実は寝耳に水だったのか、ひろこがポカンと口を開ける。サードカンパニーの経営状況は非常に芳しくない。そこで再生を期待してアリスの会社と業務提携契約の後、アイリスの傘下に入ることを希望しているんだよ。それって。そう、つまり君の旦那さんは自分の会社の再生チャンスを自らの暴言によって白紙にしてしまったというわけさ。事実をようやく理解したのか、ひろこもその場にへたり込んでしまった。申し訳ありません。どうか最高。すみませんね。あなたが言うところの無能の極みなので、ちょっとそれはできかねますね。そこをなんとか。先ほどまで俺に向けていた暴言を返してやると、白い顔がより白くなっていく。社会人たるもの、自分の発言には責任を持つべきだと思うのだが。ちょっと待ってよ。あなた前の会社クビになってまた一からサラリーマンだって言ってたじゃない。だから別れたのに社長って。え？クビ？ひろこの言葉にアリスが驚いて俺を見た。前の社長からクビだと言われて渡されたアイスの雇用契約書と雇用条件、それは社長として赴任してほしいというものだったんだ。なんですって？君はいくら俺が話を聞いてくれと言っても全く聞く耳を持たなかったからな。そのまま離婚したが、あのあとすぐに社長としてアイシスで働き始めたんだ。そう、それで私と結婚したというわけ。そんなの詐欺じゃない。人聞きの悪いことを言うひろこ。まあそうだろう。俺と結婚していたのは給料がいいから。他の旦那さん方はみんな役職持ちだが、俺にはそれがなかった。その上クビになったから一方的に離婚を叩きつけてきたのだから。その俺が離婚直後に社長になったと聞いたのだから、そうわめくしかないのだろう。ねえ、私たちやり直しましょうよ。はあ？いい考えだと言わんばかりにひろこが立ち上がり、にこやかな笑みを浮かべる。この人とアリスさんは業務提携したいんでしょ。だったら結婚して公私ともに支え合う。圭介は長年連れ添った私がまた支えてあげればみんなハッピーじゃない。何言ってんのこのおばさん。おば？呆れたとばかりのアリスのセリフに俺は思わず吹き出してしまった。50代半ばのひろこは40になったばかりのアリスからすればおばさんと呼びたくもなるか。ダーリンは私が見初めたのよ。今さら元妻になんか負けないんだから。おいおい、アイリスで勤め出してすぐ、当時俺に社長の座を譲ったアリスの父親は仕事で付き合うことも増えるだろうとアリスを紹介してくれた。初見でアリスが俺に惚れ込んでしまい、年の差があるからとかバツイチだからとかいろいろな手で断ったのだが、最後は俺も元社長も根負け。以来公私ともに充実した日々を送らせてもらっている。黒崎様、お待たせいたしました。あちらに別の席をご用意させていただきましたので。ありがとう。行こうダーリン。そうだな。それじゃと頭を下げて呆然とする二人をその場に残し、俺とアリスは別の座敷へと向かうのであった。後日、矢作さんとの会社の取引は一切行わないとアリスの方から見下り班が提示され、彼の会社は間もなく倒産した。俺はひろこからの連絡をブロックしていたので安心していたのだが、会社前で待ち伏せされたり、通勤中に後をつけられたり、
挙句私が本妻よと叫びながら会社に突してきたので、とうとう警察のお世話になってもらった。平穏を取り戻した俺はアリスと共に会社をさらに大きくするために頑張っている。そうそう、温泉旅行だけれど、今では自分の稼ぎで好きな時に行けるようになった。今度は草津に行くつもりだ。もちろん愛する妻アリスと一緒に。